どうも、ケイスケです。昨日まで僕ちょっとモンゴルに行っておりまして、去年もね行って今年も行ってきたんですけども、何のためかって言ったら馬乗るためなんですが、そのモンゴル旅に1個新しいレンズを持って行っていました。ちょうどねサムネイルとかでももうネタバレ食らってると思うんですが、今回新しくタムロンから発表されましたこちらタムロン 12-20mm f2.8 のレンズ、これを星の撮影用に持って行っていました。で、めちゃくちゃいい星撮れてない？もう冒頭でねちょっともう見ていただいたと思うんですけども、すごい星の写真が撮れちゃいました。いや今回ねほんとタムロン本気なんですよ。後でねちょっと外観とかもご紹介するんだけど、やっぱこの見た目からかなり変わってるし、あとは外の箱とかね、そういう全体的なリブランディングっていうのかな、高級感とかもかなり増して使いやすく、なおかつ画質めちゃくちゃ良くなってます。だからもう正直めちゃくちゃ楽しいレンズ手に入れちゃった感じです。でも今回はこのレンズしっかりとレビューさせていただくんですけども、そもそもねこのレンズもう全く星を撮らないんであれば買う必要ないです。もちろんね他の用途でも使えるのよ。風景とかでも使えるし、動画とかでも使えるし、それこそ広角のポートレートとかそういうのでも全然使えるとは思うんですけども、やっぱねこのレンズのめちゃくちゃいいところは星の撮影にあると思っていて、もう全く一切星撮りません、そういう人は買わんでいい。これ以外にも他にいいレンズたくさんあると思います。ニコン Z 用とかだったらレンズラインナップがね、ちょっと狭かったりするので、その分結構ねこのレンズラインナップ的に良かったりすると思うんですけども、例えば今回僕はソニー用で使ったんですけども、そのソニー E マウント用とかであれば、星を取らないんであれば他のレンズの選択肢も全然あるなと思います。ただ僕みたいに旅行に行ったらちょっと星取るとか、たまにだけど星取るタイミングがある、もちろんがっつり星取るっていう人も、星を取る経験が1回でもあるよって人はもう試してほしい。これは間違いなくありです。データ見たらわかる。ということでですね、今回は作例もたっぷりご紹介しつつ、今回僕が使ってきた感想も含めてがっつりレビューしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってくれると嬉しいなと思います。早速行ってみましょう。はい、ということで改めまして今回ご紹介するのはこちら、タムロンから新しく発表されましたタムロン 12-20mm f2.8 のレンズ、こちらタムロンさんからお借りして使わせていただいております。で、タムロンのレンズ知ってる人からしたら分かると思うんだけど、結構見た目変わったんですよね。なんかね、前タムロンのレンズってもう少しマットな感じだったんですけども、少し光沢が出て、でより暗くダークな印象になっています。であと変わったの名前ね、今回タムロンの 12-20mm f2.8 これしか書いてないんですよ。で今までのタムロンのレンズってなんとか 3VXD とかいろんな専門用語みたいなのが後に追加されてたりしたんですけども、もうそういうのも一切バンと廃止しちゃってシンプルな名前になりました。もうね、紹介する側からしたらすごくしやすくなりましたね。いちいち製品名言わなくていいし。でそれだけじゃなくて箱ですね。こちら外箱になるんですけども、これも結構新しくなりました。でなおかつ中もこんな感じで、今までとはちょっと違うようなレンズラップとかそういうのもついてたりします。この辺が直接撮影に影響してくるかでいうとそんなことはないとは思うんですが、結構気持ちの持ちようが違うなというふうに感じました。やっぱチャッチーレンズってちょっとチャッチく感じるじゃないですか。写りもチャッチくなるような気がしちゃうんですよ。に対してやっぱこういう高級感のある、だいぶ感覚的には金属に近いような素材が使われてるんですけども、こういう素材が使われてたりとか、こういうシンプルな箱とかになると、なんとなく使う側としても意を決して使うというか、撮影する時の気合も変わって、そういうモチベーションに影響してくるような気がしますよね。ではスペックと外観見ていきましょう。はい、ということで改めてこちらですね、タムロンの 12-20mm f2.8 のレンズで、こちらが今まで持ってた 25-200mm の僕ね持ってるタムロンのレンズなんですけども、若干やっぱ光沢感違いますよね。一緒に見えるんですけども、少し新しいレンズの方が黒が深いというか、そんな印象を受けます。あと絞りリングとかついてるのとか、AF、MF の切り替えのスイッチとかついてるのもタムロンにしては比較的珍しい方の感じかなと思います。で見ていくんですけども、まずキャップですね。レンズキャップはこういうカパッとはめるタイプのレンズキャップになっています。で前玉はねちょっとプ
ふわっと出っ張ってるんですよね。これ広角レンズだと結構あるんですけども、こういう出目金っていうのかな、いうタイプのレンズになってます。そうすると前にレンズフィルターつけられないんじゃないかという話あると思うんですけども、実はこのレンズこっち側ですね、リア側のキャップを外すとここにフィルターがつけられるようになってます。なので ND フィルターをつけたいとか、そういう時にはこっちのリア側のフィルターを使うこともできます。で今回レンズの周りにたくさんのボタンとかスイッチがあります。でまずリンクから紹介していくと、一番レンズ側っていうのかな、先頭側がピントリングになっています。で真ん中がズームリングで、最後が絞りリングという形で F 値がここでね変えることができます。でスイッチもご紹介すると、カスタムスイッチがこことここ、要は縦位置と横位置についています。こことここですね。でカスタムのスイッチもついていて、ここもいろいろ機能をいじって自分で割り当てることができます。でオートフォーカス、マニュアルフォーカスの切り替えスイッチがあるのと、あとこっち側にロックのスイッチがあります。これはね MF ロックっていうスイッチで、マニュアルフォーカスである程度絞り込んだ後にこれをロックしておくと、もうそこの状態でマニュアルフォーカス固定されて動かないという形になります。これねめちゃくちゃ便利でした。後で紹介するけどめっちゃ便利で、あとズームのロックスイッチがあります。これねロックしておくと広角端で、ロックができる形になるんですけども、ぐいっと無理やり回そうとするとロックが外れます。であとは絞りリングのクリックのオンオフもここで調節ができて、最後アイリスロックですね、これも F 値をロックする、ロックしないっていうのを選ぶことができます。あとねアップデート用の USB-C のポートが1個ありますね。で簡単にスペックご紹介しておくと、今回僕が持ってるのはフルサイズ E マウント用、ソニー用のレンズを持ってるんですが、今回はニコン Z マウント用のレンズもあります。ちょっとボタン類がもしかしたら若干違うのかなとも思うんですけども、ちょっと僕はねそっちがわからないので、E マウント用ので紹介させてください。でレンズとしてもちろんフルサイズに対応していて、レンズ構成が12群17枚、絞り針の枚数は12枚になっているので、かなり玉ボケが綺麗に円形で出てくれます。で最短撮影距離が、広角 12mm だと 0.18m、望遠端だと 0.28m で F 値は F2.8 で通しですね。 12mm でも 20mm のところでも F2.8 で使うことができます。で重さが 570g と、なんかねこの見た目からすると結構重そうに見えるんですよ。なんかね今回外装も変わったのでちょっと金属っぽい外装になって、より一層重たそうな見た目してると思うんですけども、実は 570g なので、このタムロンの 25-200mm のレンズとほとんど変わらないんですよね。20g ぐらい違うかなっていう感じで、持ってみてもあんま大差ないです。大差ないよね。大差ないどころか、ちょっとこっちの新しいレンズの方が軽いわ。あれそうだっけ今ね実測値で測ると 567g という風に出てます。でこっちのレンズ、25-200mm が 573g で出てますね。細かい範囲なので微々たる差ではあると思うんですけども、そんぐらい軽いです。広角ズームだと相当軽い。でよく質問できそうなのが、星を撮影するのに軽くある必要あるんですかみたいな話来そうじゃないですか。だって三脚乗っけるもん、星撮影する時って別に重くてもいいやんと思うかもしれないんですけども、僕みたいな人にとってはこれ嬉しいんですよね。っていうのも僕は星だけ撮るわけじゃないんですよ。他にも、旅行に行って、動画撮ったりとか、普通に他のレンズ持って行っていろんなシーン撮影して、で夜のシーンだけは星が撮りたいという風なスタイルを送っています。ってことは持っていく荷物が軽ければ軽いほどいいと。じゃあこのレンズがめちゃくちゃ星取れるけど 800g 超えますとか 1kg ぐらいになりますって言われたら、いやどうしようかな、今回持っていくかなって僕は悩んじゃうけど、このぐらいの重さ 500g 台だと、いやちょっと持って行ってみようかな、なんなら星取る時だけじゃなくてちょっと昼間も使ってやろうかなみたいな気分にさせてくれます。やっぱ軽さっていうのは僕は正義だなと思っちゃいますね。ケイスケの動画。はい、ということでスペックと外観ご紹介してきたので、こっから僕が撮った星の作例ご紹介したいと思います。ちょっとしたタイムラプスと、ちょっとした星の写真ではあると思うんですが、ぜひ見てくれると嬉しいなと思います。早速どうぞ。
めっちゃいいよね。めちゃくちゃ良くない？今回ねタイミングも良かったんですよ。モンゴルで新月のタイミングだったので、新月ってことは月が全然見えないんですよね。星を撮ったことある人は分かると思うんですけども、月出てると全然星なんて綺麗に撮れないんですよ。星というか天の川が綺麗に撮れないんですよね。月が明るすぎて。で今回はたまたま新月だったのでめちゃくちゃ綺麗に天の川撮れちゃいました。この天の川のグラデーションも綺麗ですよね。でこのレンズ使ってみてやっぱ一番すげえって思ったのが、もう星のその点の解像度です。でこれねデータで見せてもなかなか分かりづらいポイントだと思うんですけど、ちょっとパソコンで見てみますか。はい、で今回撮影した星空の写真、まずはこちらですね。もうこれもう丸々取って出しの状態、ローの状態でこちらです。で設定としては F2.8 開放で一番広角で撮影していて、でシャッタースピードが8秒、 ISO は12800まで上げちゃってます。で撮影したカメラは α1-2 ですね。α1-2 とかじゃなくても α7-5 とか4とかそういうカメラでも全然ここのぐらいのクオリティは撮れます。で寄ってみるんですけど、めちゃくちゃこの星の粒綺麗じゃない？でこれ伝わるかな、分かんないんですけども、星撮ってるとこの粒がしっかりパーンと見えるのがこのレンズによって結構変わるんですよ。でもちろんこれね8秒ぐらい、シャッタースピードを上げていて、なおかつ赤道儀とか使ってないので、本当は赤道儀っていうのを使うと星の動きに合わせてカメラを動かしてくれるので、もっと精細なね写真になったりするんですけども、そういうのね今回持っていってないので、これが限界ではあるんですが、それでもかなり綺麗に描写できてます。ちょっと事前にやってた編集とかを入れると、はい、こんな感じになったりします。よいしょ。すごいよね、グラデーションとかめっちゃいい感じ。これに関しては12800とかまで ISO を上げてるので、後からスタックっていう処理、50枚ぐらい撮影してちょっと重ねたりしてノイズを消すとか、ノイズの処理をするっていう方法もあるんですけども、これはね今のところ処理してないです。で1点補足なんですけども、このタムロのレンズまだねプロファイルがライトルームに入ってないです。なので歪みとかの補正がちょっとできてない状態なんですよね。取って出しだとこの状態になるので、これがね一番歪みのない状態ではあると思うんですけども、若干ねライトルームで見ると歪んでるので、ちょっとそこだけねご了承ください。はい、こんな感じのめちゃくちゃ綺麗な写真になります。で他にも撮った写真をちょっと見てみると、これ以外にもこんな写真とか、あとこんな写真とかも撮影しています。だいたい僕はね最近は結構 ISO を上げちゃってますね。12800ぐらいまで上げちゃっています。でこれはねカメラによるんですけども、フルサイズのカメラの場合は僕はこれぐらいまで最近はやってもいいかなと思っています。 F2.8 でだいたいシャッタースピードが8秒から10秒ぐらいで僕は撮影していて、で ISO は12800で撮影しています。でもちろんいろんな環境の光とかあるので、それに応じてちょっと調整したりはするんですけども、ある程度 ISO を上げて撮影してこないとやっぱねこういう感じのくっきりした天の川が見えなかったりするので、もうがっつり上げちゃってますね。その代わりちょっとノイズ処理するとか、そういう形でやっています。で本気で星の作品を出すっていう風になった時には、スタックっていうもうインターバル撮影で50枚ぐらいバーって撮影しておいて、後でこうスタックっていうのをギュッとやるとノイズめっちゃ消えるんですよ。そういう専用のソフトがあって、Mac だとこれスターリーランドスケープスタッカーっていうねソフトがあって、もうこれにボーンって入れると、だいぶこうノイズが消えて綺麗に撮影することができるので、そういうのノイズを消すという処理をしてます。最近はねライトルームの AI ノイズ除去もかなりいいので、そういうのノイズ除去してもいいかなと思っています。で星を撮影する時の注意点としては、1個はやっぱシャッタースピードを上げすぎないこと。20秒ぐらいまではギリ許容範囲かなとは思うんですけども、やっぱシャッタースピードを長くすればするほど星って動いてるので、この星の点がミヨンって長くなっちゃうんですよね。例えば前の撮影した時の星の写真は、これ15秒ぐらいなんですけど、こんな感じでちょっと星が伸びちゃってたりします。に対して今回の写真は、寄ってもだいぶ点のままですよね。あんま動いてるっていう感じもしないです。なので、フルサイズのカメラを使うんであればやっぱ F2.8、最低の F 値にして、シャッタースピードに関しては8秒とか、長くとも13秒に僕はしています。で APS-C センサーとかのカメラの場合っていうのはやっぱ ISO を上げすぎると結構ノイズが乗っちゃうので、もうそういう場合は僕は割り切ってISO を3200とか4000にする代わりにシャッタースピードを30秒ぐらいまで上げちゃってます。もう星がちょっと伸びてもいいかなと思ってそういう風に撮影してますね。これは割り切りの話だと思うんですけども、どうしても星の撮影とかの場合はフルサイズのカメラの方が光を取り入れる面積が大きい分やっぱ有利なことが多いので、そういう風にね僕は使い分けてます。ぜひ参考にしてみてください。でこのレンズで1個僕がやっぱ便利だなと思ったのがこの MF ロックスイッチ。
これめっちゃ便利でした。ちょっと見せれるかな。はい、ちょっとね、いつも僕がやってる感じでご紹介すると、これ家で使ってるだけなので普段ね持っていくのは別の三脚なんですけども、こういう三脚を持って行ってカメラつけて撮影するわけですよね。で、星を撮影する時ってある程度画角を決めたいと。で、明るいうちじゃないと風景がなかなか見えないので、この明るい状態でカメラをセッティングして、で暗くなるまでカメラを置いといて、で、暗くなったら撮影を開始するってこともあるんですが、僕今回行ったの海外なんで、海外にそんな明るいうちからカメラ置いといて暗いところまで放置するのめっちゃ怖いじゃないですか。ね、めっちゃ怖くない？他に全然周り人がいなかったらいいけど、野生動物とかも出てくるしさ。だし僕の場合はもうこっから撮るだけじゃなくて、ここの画角も撮って、あとあっちからこうやっても撮りたいみたいな感じでカメラ動かしたいんですよ。ね、そうするとまず画角を決めるところから入るんですよね。なんか何枚か撮ってみて、もう少し低くもう少し高くとか、こういう 12mm だと本当にいろんなものが入っちゃうので、何が入るかっていうのもかなり調整しなきゃいけないと。で、そういう時に一回こう星にピント合わすじゃないですか。こうやってマニュアルフォーカスで星ピント合わせるんですけども、合わした後にこうやってカメラを動かそうとすると、もしこのマニュアルフォーカスロックスイッチがなかったら動いちゃうんですよ。今まで何回もあったのこれが。ちょっとこのねフォーカスリングに増えちゃうとか、ね、こういうのがあったりとか、あとはせっかくピント追い込んだのにずれちゃうとか、気づかないうちにずれてそのまま撮影しちゃうってことが僕人生で何回かあったんですよ。それを防げます。これめちゃくちゃ実は大事。いやちょっと角度変えたいなっつってこうやって伸ばして、こうやって角度変えてるうちに触れちゃうんですよ。ね、この時にマニュアルフォーカス動かないようにしておけば、一回星にしっかりピント追い込んでちゃんと拡大してよ。はい、ちゃんとこんな感じで画面出して、マニュアルフォーカスだったらこうやってピントを拡大しますと、しっかりで星の光ってる位置探して、はい、こうやってピント追い込むんですよ。もうめちゃくちゃ拡大して、この状態でピントがあったなと思ったら、ここに MF ロックのスイッチがあるんでパチッとやってあげるという風にするだけで、本当にもうピントが迷わなくなるんで、これはとんでもなく星の撮影には便利です。ケイスケの動画。はい、ここまで、星のことばっかり紹介してきましたが、もちろん星以外にもいろいろと撮影ができます。例えば動画ですね。動画撮影するときにこのズームリングインナーズームになってるんですよ。なのでジンバルとかの撮影をするときに重心がずれなく撮影ができるので、広角 12mm から 20mm に変えたとしてもジンバルで再調整の必要がないとか、あとは絞りリングっていうのもついてるんで F 値っていうのを動画撮影中にスムーズに変えられたりもします。動画撮影だけじゃなくて、例えば写真撮影、さっき言ったポートレートとか風景とかにもやっぱ使えたりするんですけども、やっぱ星で僕はこれ使ってほしいです。っていうのもなんかね、こうタムロンさんとちょっと話してたんですけども、やっぱこうレンズってどっかに画質の一番スイートスポットを置かなきゃいけないらしいんですよ。本当は全部のミリ数で全部の範囲、要はピントが手前から奥とかもう全範囲で一番ベストなフォーカスが合えばいいんですけども、どうしてもレンズの構成上若干差が出るらしいんですよね。じゃあどこを優先するんですかっていう時に、やっぱ無限遠、この一番遠くの星にちゃんとピントがあった時にそこがバシーン決まるように作られてるらしくて、もうそこまで言うんだったらやっぱ星で使ってやろうという気分になるし、僕はねみんなに星に使ってほしいなとやっぱ思ってます。冒頭でも言った通り、他の用途だけに使うんであれば他のレンズの選択肢、ソニー用だと特にあるんですよ。だっていくら動画で使えるって言ったって円形フィルターつけたいとか思うじゃないですか。円形フィルターはねつけられないような構造になってるんで、じゃあ他のレンズにしようとか、そういう選択肢あると思うし、この12から 20mm ってかなり特徴的な、ズーム域ではあると思うんですけども、真っ昼間に使う時に別に F4 とかでもいいじゃんとか考えると、もう少し軽いレンズあったりとかもするので、やっぱこれはちょっと星撮る可能性あるなとか、いや星ちょっと撮ってみたいと思ったんだよなっていう人が買うレンズだと僕は思ってます。なので僕みたいにいろんなところ旅行行きますとか、あとはたまになんだけど星撮りたいんだよな、それをせっかくならいいやつで撮ってやろう、そういう人はね、ぜひこのレンズ買ってみてほしいなと思います。今回ちょっとお値段もタムロのレンズにしては僕は強気だなと思ってたんですけども、大体、発売されてる価格でいうと30万いかないぐらいなので、若干強気だなと思ったんですけど、使ってみてその強気さも僕は本当に感じました。今回の僕のレビュー見てちょっと使ってみたいなと思った人は、ぜひね概要欄にリンクも貼っておくので、そこから商品の方をもっとチェックしてくれると嬉しいなと思います。
ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。